今日はですね、チャット GPT-5 の追加レビューということで、したいと思ってるんですけれども、先日アップしたチャット GPT-5 のですね、レビューの動画、再生されてるんですけれども、そこでちょっと気づけなかったことがありました。というのも、チャット GPT-4O の方がですね、良かったという声が結構多数出てると。あちらの方が自分の悩みを聞いてくれたとかですね、自分に寄り添ってくれたとかですね、そういった評判があって、僕は逆にですね、チャット GPT-4 だとすごく物足りなくて、僕の周りにもですね、もうすでに4の段階で壁打ち相手に使ってるとかっていう人いましたけれども、正直壁打ち相手としては物足りなくて、ポリコレ的なところもあるし、その人の思想とかそういったものに無条件に寄り添ってしまうところ、あとハルシネーションでいい加減なことを言ってしまう。特に聞いた人たちに寄り添うというか、その人たちの意見を肯定するような、そういったことを結構していた。つまり忖度すごくしてたんですけれども、GPT-5 になってから全然忖度しないし、すごくストレートな意見を出してくれるし、しかもですね、ハルシネーションも非常に、特にシンキングモードもほとんどハルシネーションないですね。昨日中国産の簡体字で書かれたですね、ラベルをですね、読み込ませてみたんですけども、4だとですね、かなりハルシネーションを起こしていい加減な、ブドウの、例えば、品種がですね、中国独自の品種だとかって出るんだけど、どう見てもこれシャルドネだろうみたいな、そういったようなことをですね、いい加減なことをやるんだけれども、5になるとそういったことはもうほとんどなくなってしまう。特にシンキングモードですね。なので僕は非常に今すでにですね、壁打ち相手としてすごく飽きさせないというかですね、例えば日本の歴史、古代史なんかのお話をしてもですね、非常に示唆あふれるネットを検索してですね、論文とかそういったものにも当たって、非常に正確な答えをですね、返してくれる、そういった特徴が出てきているので、すごく冷静で、しかもですね、非常にいい感じのですね、答えを返してくれる、そういったところで壁打ち相手としては非常に頼もしいですね。本当に僕よりも頭のいい、非常に素晴らしい学者みたいな人たちと話してる感じになって、暇つぶし的にもすごくいいし、楽しんでるところなんですけれども、むしろ大半の人たちはそんなことはどうでもよくてですね、自分が言ったことに対して無条件にというか、ある程度寄り添って共感をするような、そういった答えを出してくると。で、その答えに関してはですね、エビデンスがなくてもよくて、そうだよね、そうだよねって言ってくれる方がいいということが分かった。これ僕の生きづらさにもすごく似ているところがあって、X で堀江さんはもっとみんなに共感し、寄り添った方がいいとかですね、共感されることを言っていいねを集めた方がいいなんてお話をされるんですけど、すごくそれストレスが溜まるんですよね。だって思っても見ないことをですね、話すのってやっぱりすごくストレス溜まるし、俺本当はこう思ってないんだけどな、みたいな。だけど、多くの人たちはそんなことを自然にやることができる。何も考えずに、素直にですね、そういった共感を覚えるようなことを言えるんですよね。そこが GPT-4 と5の違いなのかななんていうふうに思って、知能レベルが上がったりとかですね、ハリシネーションが少なくなったりとか、そういう過程でですね、どんどん論理的で頭のいい思考はできるんだけれども、とっつきにくいとかですね、人間味が薄れてくるとかですね、反比例して人間味がなくなっていくっていうですね、AI の進化と人間の進化、知能指数の違いとかですね、そういったところがAI の進化と相まってですね、認知できるというか、認識できるというか、こういうことだったんだっていうのが分かるのが、今回の生成 AI 革命の本質なんじゃないかってことを、GPT-5 が出た時に、4O の方が良かったっていう意見がかなり出ている、そういう現象に感じたことでございました。ということで、これから日本変わります。いってらっしゃい。